ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。俺、この前、喧嘩しちゃった。マリサ、武闘派だな。終始優勢で相手が倒れたんだけど、とどめ刺すの躊躇しちゃって、逆転負けした。喧嘩の最中の迷いは致命傷だな。一発やって逃げる手もあったんだけどな。一発やって逃げるか？とどめを刺すか？究極の選択だ。追撃か？撤退か？それが決断だ。今日は、そんな戦いの決断についてだ。待ってました第二次世界大戦の決断シリーズだな。3回ぶりの決断シリーズだ。待っててくれる人がいたらいいけど、今回、解説するのは、第二次世界大戦、真珠湾攻撃での決断についてだ。追撃か？撤退か？まさに究極の選択だ。今回は真珠湾攻撃の決断をじっくり解説していくぞ。あの時、どんな決断をするのがベストだったのか？あの戦争を日本がより優位に進める方法はあったのか？それが、追撃か？撤退か？の決断ということだな。そして、真珠湾攻撃で今も批判を受けている戦術面の問題も考えていくぞ。ということで、ゆっくりしていってね。今回の決断の主役はこの男だ。伯爵とした軍人といったイメージだな。名前は南雲忠一海軍大将。太平洋戦争で第一航空艦隊及び第三艦隊司令長官を務めた人物だ。この人が、とどめ刺すか？一撃で撤退するか？決断したということだな。そうだ。決断の日は、1941年12月8日。ハワイオアフ島に停泊する米国太平洋艦隊に日本海軍の攻撃機が奇襲を仕掛けた真珠湾攻撃の日。太平洋戦争開戦の日が決断の日ということだな。魚雷の使えない浅い港湾、命中確率の低い水平爆撃、給油不可能な荒れる航路といった。誰もが不可能と考えた真珠湾作戦を成功させたその司令官こそが南雲だ。なんかかっけー。しかし、彼は決断に迫られる。奇襲成功の後、撤退するか？追撃するか？俺も、それ喧嘩した時、悩んだぞ。そもそもマリサは真珠湾攻撃って何か知っているか？永遠の輝き。真珠。いや、それダイヤモンドか。真珠湾攻撃とは、日本時間1941年12月8日未明、日本海軍が、ハワイ準州オアフ島真珠湾にあったアメリカ海軍の太平洋艦隊と基地に対して行った、航空母艦艦載機及び特殊潜航艇による奇襲攻撃のことだ。ハワイまで飛行機で7時間以上かかるだろ。そんな遠いところまで奇襲に行ったんだな。当時のハワイはアメリカが拒否を投じて構築した要塞だった。太平洋のジブラルタルとも呼ばれ、難攻不落と思われていた。軍事評論家フレッチやブラッドは、真珠湾は世界中で最良の海軍基地であり、これほど最良の位置にあり、最高に防御され、また最高に補給された基地は他のどこにもない、と評価していたほど、そんな遠くにある要塞をよく奇襲しようと思ったな。この計画の立案者は山本五十六だ。彼は、昭和16年1月14日頃、参謀長の大西滝次郎少将に手紙を書いている。日米が艦下を取って相戦う場合、我が方としては、何かよほど思い切った戦法を取らなければ勝ちを制することはできない。と、海戦初頭にアメリカ太平洋艦隊の拠点であるハワイの米国艦隊の主力に対し、航空戦隊飛行機隊の全力をもって奇襲、通撃を与え、当分の間、米国艦隊の西太平洋侵攻を不可能にすべしと、訴えた。大胆すぎるだろ、その計画。軍令部は、そのあまりに突飛な計画にはもちろん、反対だった。南方の石油資源獲得のために、アメリカの植民地だったフィリピン方面に戦力を集中するべきとして山本のハワイ奇襲作戦に反対する。世界最高の要塞に奇襲とか、それや反対するだろ。そんな希代の作戦が進められている中、昭和16年4月10日、南雲は第一航空艦隊司令長官に就任する。決断の主人公。第一航空艦隊は真珠湾攻撃の研究と実行を命じられたが、南雲も作戦には懐疑的であり、機動部隊によるハワイ作戦は投機的すぎるとして、南方作戦優先を主張していた。真珠湾攻撃無謀すぎるもんな。真珠湾は何しろ世界一の要塞。しかも、日本からの距離は6300キロも離れている。そりゃ無理。しかも、水深が12メートルから14メートルしかなく、10日後一旦数十メートルの海面下に沈んでから目標に向かう航空魚雷での攻撃は困難と思われていた。無理ゲー。しかし、10月19日、連合艦隊専任参謀の黒島大佐が、
この作戦が認められなければ、山本長官は連合艦隊司令長官を辞職するとおっしゃっている、と軍令部に告げ、これに驚いた軍令部総長の長野治美大将は作戦実施を認めた。認めちゃった。この作戦に向け、早速、鹿児島県の錦江湾のほか、日本各地で訓練が行われる。無理ゲーのクリア、大変そうだ。真珠湾の奇襲の課題は山積みだった。問題の一つ目が魚雷問題だ。航空機で戦艦を攻撃するには雷撃、水平爆撃、急降下爆撃という方法がある。一番効果的なのが雷撃だ。当時、日本海軍の雷撃砲では高度100メートルで魚雷を投下していたが、投下された魚雷は50メートルから60メートル沈降する。しかし、真珠湾の水深は12メートルしかなく、この方法だと魚雷は海底に刺さるだけ。60メートル沈む魚雷を12メートルの浅瀬でやるって、無理ゲーすぎる。しかし、戦艦を沈めるには魚雷攻撃は必須。これが技術的な課題。その1だ。ってことは、その2もあるってことだな。問題その2は空からの爆撃。真珠湾には戦艦が2隻ずつ抱き合わせで停泊しているので、雷撃では岸壁側の艦が攻撃できず、空からの爆撃も必要だった。しかし、艦上攻撃機が搭載可能な800キロの鉄鋼弾を高度3000メートルから投下して加速度をつけて命中させるという水平爆撃をすれば、戦艦の装甲を破れるが命中率はわずか 8% から 10%。しかし、当時のアメリカ主力戦艦であるコロラド級を撃沈するには、800キロの鉄鋼弾を16発も命中させなければ撃沈できないと見積もられていた。その割合でいくと、200機近く、水平攻撃して、ようやく戦艦1艦、沈められる程度だな。しかし、例えば真珠湾攻撃時の第一航空艦隊の艦砲は全部で140機そこそこ。命中率 10% でも14発しか命中できないとすると戦艦1艦も撃沈できない。無理。しかし、日本海軍は、その無理ゲーを攻略してしまう。マジっすか？その1魚雷問題。水深12メートルの真珠湾で雷撃するには、沈降深度を10メートル以内に抑えなければならない。そこで、魚雷を改造した。ジャイロと安定力を用いて空中姿勢を安定させ、水平舵を上げ舵にして沈降を抑えることに成功し、投下高度を10メートルまで下げることを実現した。その1クリア。その2爆撃問題。水平爆撃の命中率を向上させるため、操縦法から爆撃手順、照準器までを徹底的に見直した。それまで爆撃の精度は爆撃手の技量次第とされていたが、操縦士の操縦法も大きな影響を及ぼすことが確認されたため、爆撃操縦法が改善された。さらに、爆撃目標に導く爆撃共同機の操縦員を育成など訓練法も見直された。その結果、問題をクリアしたのか？そう。見事、クリアした実際の真珠湾攻撃では日米の記録で誤差はあるものの、水平爆撃の命中率 20% 以上という驚異的な成果を収めた。無理ゲークリア。そんな必死の訓練が行われている中、11月1日、東条英機内閣は帝国国策遂行要領を決定。陸海軍は12月8日を開戦予定日と決める。無理ゲー、クリアして、ハワイ奇襲しちゃうつもりだな。11月13日、連合艦隊の真珠湾攻撃に向けての最後の打ち合わせが行われ、司令長官の山本五十六大将は、全軍将兵は本職と生死を共にせよ、と訓示する。そして、山本はこう告げる。100年兵を養うは、この一日のように当てるためだ。もし、この命令の実施が不可能なものは、直ちに辞表を出せ。アメリカに勝つには無理ゲークリアしなきゃダメだと、山本は思ったんだな。真珠湾奇襲の重責を担った南雲は機動部隊出撃後に、偉いことを引き受けてしまった。きっぱり断ればよかった。うまくいくかしら、などと参謀の草加に内心を語っている。気持ちわかるわ。草加が励ますと、南雲は、君は楽天家だね。羨ましいよ、と微笑み、しかし、一旦引き受けたからには、全力を尽くす覚悟である、と述べた。やるっきゃない、か。11月22日、南雲中1中将指揮下の機関赤城及び加賀、飛龍、総龍、昇格、随格を機関とする日本海軍空母機動部隊は択捉島の首都カップ湾に集結。出港直前、空母赤城に搭乗員たちが集合し、南雲がアメリカ太平洋艦隊を攻撃することを告げた。赤城艦長は山本の、諸子10年養うは、一日これ持ち員がためなり、という訓示を代読している。その後、
航空隊員はジオラマを使い真珠湾の地形や米戦艦の停泊位置を頭に叩き込んだ。俺なら、そんな大作戦の指揮官に任命されたら、ちびるぞ。昭和16年11月26日、ハワイ作戦部隊はエトロフ島1カップ湾を出撃する。真珠湾攻撃に向かった機動部隊は、南雲中1中将を指揮官に、大型空母赤城、加賀、総友、飛遊、随角、昇格、戦艦比叡、霧島、巡洋艦利根、千曲、阿武隈などが主力。空母に搭載された攻撃航空部隊も戦闘機120機、攻撃機144機、爆撃機135機の合計399機という一大戦力だった。航路は奇襲成功のため隠密行動が必要であったため、困難な北方航路が採用され、ハワイへと向かった。ソロ売り、ハワイに近づこうというってことだな。攻撃前日の日本時間12月7日、最後の補給を終わって補給船を帰路につかせ、明朝、ハワイに突撃すべく南下をしている時、南雲長官が源田に言った。ともかくも、ここまでは持ってきた。あとは飛行機がやるかやらないかだ。航空参謀を頼んだぞ。源田は、これに対し、長官、飛行機に関する限り大丈夫です。と、答えたという。俺なら、もうこの時もちびってる。そして、運命の日日本時間12月8日日本時間午前1時。ハワイ時間12月7日午前5時30分。ハワイ現地部隊は特に警戒することなく、のんびりとした日曜日の朝を迎えようとしていた。まさか、そんな大艦隊がソロ売り、ハワイまで近づいているなんて想像できないもんな。アメリカの新聞は、ハワイの基地は日本の艦隊の有効な攻撃力の圏外にあると報じていたように、アメリカの国民や軍の多くの人々は近所鉄壁の真珠湾という触れ込みを信じきっており、日本軍の攻撃への警戒が非常に希薄であった。ハワイまで奇襲に来るなんて、普通、考えつかないもん。仕方ない。ここからは、ハワイ時間だ。東の空が白み始めた午前5時50分に艦隊は風上に転身。午前6時に空母6隻から第一次攻撃隊183機が発進した。海はかなり荒れており、空母のデッキは最大15度も傾いたが、攻撃隊はわずか15分で全機が離艦を完了。まだアメリカ側にはバレてないのか？オアフ島にはレーダー警戒網が設置され、レーダー操作員は北方に多数の機影を認めた。しかし、当局将校が訓練中の味方機か本土から飛来予定だった B-17 爆撃機だと勝手に判断し、司令部への報告を怠っていた。まさかの報告ミス。第一次攻撃隊は、水平爆撃隊49機、雷撃隊40機、急降下爆撃隊51機、敵の迎撃戦闘機から味方の攻撃隊を守る制空隊43機で構成されていた。発進後、一気に南下した攻撃隊は部隊ごとに展開し、あらかじめ定められた攻撃目標へ向かう。日本軍、順調だな。いや、一つ大きな問題があった。偵察機からは、真珠湾在泊艦は戦艦10、重巡洋艦1、軽巡洋艦10、という報告がもたらされたが、主な攻撃目標である空母が停泊していなかったのだ。空母？アメリカ太平洋艦隊を封じ込めるのは空母の撃沈も必要だった。しかし、その日、出港中だったエンタープライズやレキシントンを求めて、付近を索敵するなどの案は廃され、真珠湾内にある艦船攻撃に全力が向けられた。探している間に敵に見つかったら奇襲できないもんな。仕方ないか。7時35分に航空隊はオアフ島北端下福岬を雲の切れ目に発見し7時40分に、突撃準備隊形作れを意味する突れが発信され、信号弾が発射された。でこれ7時49分、第1波空中攻撃隊は真珠湾上空に到達し、攻撃隊総指揮官の淵田が各機に対して、との連想で、全軍突撃を加盟。そして、7時52分、淵田は機関赤城に対して虎連想。虎有名な虎を打電した。虎年ってことか？これは、我奇襲に成功せり、を意味する暗号略号だ。奇襲に成功せり。って、まだ戦闘は始まってないだろ？出発前、淵田との約束で虎の発進は、敵に擁撃の準備がなかった場合に発進することになっていたのだ。攻撃直前の虎だったわけだな。そして、7時55分。日本時間だと8日午前3時25分、ヒッカム陸軍飛行場を襲った急降下爆撃隊の99式艦上爆撃機により戦いの火蓋は切って落とされた。飛行場？戦艦狙うんじゃなかったのか？
ハワイ攻撃の目的は米太平洋艦隊の撃滅だったが、同時に敵飛行場を破壊して味方空母機動部隊に対する反撃の芽を摘む必要があった。日本軍機はヒッカム飛行場を執拗に攻撃したが、それは、自軍の空母の脅威となる大型爆撃機がそこに配備されていたからだ。なるほど。まずは心配の種を取り除こうということか。急降下爆撃は、18発の爆弾を投下、主に格納庫を破壊して同飛行場に壊滅的な打撃を与えた。また、真珠湾内にあるフォード島海軍飛行場にも急降下爆撃隊が現れ、爆撃と銃撃を加えて施設、兵舎、駐機していた航空機を破壊、同飛行場は数十分で無力化された。トラ。そして、急降下爆撃隊がヒッカム飛行場への攻撃を始めてから2分後、97式艦上攻撃機で編成された雷撃隊が、ついに真珠湾に停泊する米艦艇への攻撃を開始した。米軍の記録によると、日本の雷撃隊は南東方向から真珠湾上空に高度15から30メートルという超低高度で侵入すると、目標に極めて近い位置から魚雷を投下した。これを訓練していたということだな。重さ800キロもの航空魚雷を抱いた攻撃機の操縦桿は重く、超低空では一つ間違えば海面に激突してしまう。魚雷を目標近くで投下したのは、真珠湾の水路が狭いからだが、投下した瞬間には目標艦の減速はもうすぐ目の前だ。重い機体を超低空で安定させた上で、魚雷投下直後に急激な引き起こしで目標艦を飛び越えるのには、搭乗員に高い技量が求められた。ギリギリの奇襲攻撃ってことか。米軍は真珠湾で魚雷防御策を何も講じていなかった。それは真珠湾を攻めるには、条件が悪すぎて攻撃不可能と判断していたためだ。しかし、日本海軍はもう訓練で不可能を可能に変えた。無理ゲーをクリアしたってことか。事実、撃ち誤って目標に突入するような攻撃機は1機もなく、米艦艇軍の減速には次々と大きな水柱が上がった。すごすぎる。第一次攻撃隊で行動が最後になったのは、総指揮官淵田中佐が率いる水兵爆撃隊だった。水兵爆撃隊49機はオアフ島の西側をぐるりと大回りし、ほぼ真南から真珠湾上空3000メートルに侵入。停泊中の艦船めがけて800キロ爆弾を次々に投下した。アメリカ軍は驚いただろうな。海軍哨戒航空部隊指揮官のベリンジャー少将は、全艦艇に対し、エアーレイドオン PR ハーバー X This is not drill と、注意を足すために X をつけて伝達した。どういう意味？真珠湾が空襲を受けている。これは演習ではない。ドリルって、演習って意味だったんだ。算数ドリルは算数の演習。しかし、もはや手遅れだった。第一次攻撃隊の迎撃に当たった米戦闘機は4機に過ぎず、いずれも日本軍制空隊によって撃墜される。地上や艦艇からの対空砲火も散発的で、オアフ島上空の制空権は完全に日本軍が握っていた。日本軍がこんな無理ゲーチャレンジするって思わないからしょうがないな。一方、機関赤城にいた南雲は、攻撃準備を知らせるトラの攻撃準備の知らせはあったものの、攻撃効果の入電があるまでは安心することはできなかった。特に雷撃隊はもともと真珠湾の浅瀬での魚雷攻撃は不可能だと思われていただけに、その結果が待たれた。船にいたら、攻撃の成果はわからないものな。祈るしかない。じりじりとした時間の中で、ついに村田雷撃隊長の報告が入電。我、敵主力を雷撃す、降下陣大。奇襲に成功したことを知った草川南雲の手を固く握り落類したそうだ。泣くぐらい重圧があったってことか。日本軍の第一波攻撃が一段落した頃、アメリカ軍の被った損害が明らかになる。戦艦2隻が完全に撃沈、戦艦3隻が大破した。さらに、ハワイ時間午前8時54分、第2波空中攻撃隊が、全軍突撃を加盟した。水兵爆撃隊の艦砲54機は航空基地を爆撃し、急降下爆撃隊78機が、第1波が大損害を与えたアメリカ艦船に追い打ちをかける作戦だった。第2波もあるんだな。しかし、アメリカ軍は第2波攻撃隊襲来まで攻撃が下火になった15分から30分の小休みを使って、反撃を開始。急降下爆撃隊の千早武彦隊は、敵の防御砲火熾烈、と打電している。また、第2波攻撃隊が真珠湾に侵入した時には大火災の黒煙で正確に爆撃するのが困難となっており、攻撃隊は激しい対空砲火を浴びながら、狙うことが可能な目標を攻撃するしかなかった。
アメリカ軍もようやく奇襲攻撃への反撃ができたということか。第2波攻撃隊は激しい反撃を受け、未帰還機は、第1波攻撃隊が9機だったのに対し、第2波攻撃隊は20機と倍以上の損害を受けている。日本時間午前8時15分頃から9時30分過ぎにかけて第1波攻撃隊が帰投。第2波攻撃隊も11時30分前後には帰投した。無理ゲーをやりきったってことだな。奇襲大成功だ。いや、ここで南雲は決断を迫られる。空母は取り逃がし、まだハワイには軍事施設も残っている。なぬ？このまま撤退するか？さらなる追撃をかけるか？撤退か？追撃か？それが決断だ。で、どっちに決断したんだ？奇襲攻撃には成功したものの、ハワイには、給油管ネオ礁や重油タンクといった補給設備が残っていた。特に450万バレルもを貯蔵する重油タンクを攻撃すれば敵の補給に大きなダメージを与えられると考えられた。しかも、空母を一隻も攻撃できていない。かといって、追撃するのにはもちろん、リスクがある。喧嘩で言うと、とどめ刺すか？一撃加えたからもう反撃食う前に立ち去ろうってことだよな。迷うな。攻撃後、第3戦隊司令官三河軍1から再攻撃の愚進。さらに、第2航空戦隊司令官山口多門少将からは、第2撃準備完了、という信号が送られた。トラ。その時、帰還した攻撃隊隊長淵田光雄中佐から、敵の反撃の可能性があることを知り、南雲は動揺していたという。迷うなぁ。指揮官は大変だ。その頃、連合艦隊司令部では、山本五十六大将に参謀の数名が、再度の攻撃を第一航空艦隊司令部に催促するべし、と進言していた。山本大将はどんな決断したんだ？山本は、機動部隊指揮官である南雲に任せよう、と答え、再度の攻撃命令を発しなかった。部下に一任したんだな。そして、南雲は決断する。どっちだ？南雲は帰還することを決意する。追撃ではなく撤退に決定。ちなみに、山口多門少将は、南雲さんはやらないだろう、と第二撃の準備は整えたものの意見愚信をしていない。南雲に決断一任した山本大将も、南雲はやらないだろう、と語っていたという。俺が決断しなきゃだったら、ガクブルしちゃうだろうな。またちびっているはずだ。ハワイ北方海域に留まっていた日本海軍機動部隊は、第1波、第2波攻撃隊の収容を終えた後、帰還する。もともと作戦計画では、2回の攻撃で十分な戦果がなかった場合、帰還した航空部隊に燃料と兵器を補充し、3回目以降の攻撃もあり得るとしていた。だが、機動部隊指揮官の南雲は、最後まで真珠湾上空に止まって戦果を確認した淵田中佐の報告から、米太平洋艦隊に大打撃を与えたと判断。これ以上の攻撃は必要ないとして艦隊を帰投させることにしたんだ。でも、補給施設や空母も攻撃できてなかったんだよな。追撃してとどめさした方が良かったのでは？ハワイのタンクにあった450万バレル60トンという貯蓄量だが、1930年代時点の総石油消費量試算では、太平洋艦隊は戦闘時で、1ヶ月あたり50万トンの燃料を消費するという結果が出ていた。つまり全て破壊していたとしても1ヶ月分の石油量に過ぎない。1ヶ月、足止めできたら良くない？いや、アメリカの豊富な石油資源と輸送能力を考慮に入れればそれほど大きな量ではないとも言われている。そもそも非常に燃えづらい性質である重油がタンクに貯蔵された状態で多少の爆撃を受けた程度で爆発炎上するとは考えにくかった。攻撃しても意味なしか。しかも、日本海軍は空襲に備え燃料は地下に貯蓄されていたため、地表のタンクはおとりである、と攻撃隊が判断し、あくまで主目標である艦隊への攻撃に集中するという判断に至った。アメリカ軍も日本軍が空襲来るって思わなかったから地下に貯蓄していなかったのかもだな。しかも、現実的にも追撃は難しかった。当日、第2波攻撃隊の最後の飛行機が着艦したのは、午後2時30分近く。日没前3時間だ。第1波、第2波攻撃隊は、着艦する順序に対艦戦攻撃に備え、攻撃機は前期雷装、爆撃機は通常爆弾を装備していた。これらを陸上攻撃用に兵装を転換し、集団攻撃を行うとすれば、発艦時刻は早くて夕方5時頃になり、夜間攻撃、夜間収容となることが考えられた。しかも、その日の天候は、風速13から15メートル、うねりは大きく、運量は5から7、母艦は最大15度のローリングをしていた。この天候は平時ならば、演習中止になる気候だ。
こんなに天候が荒れて、夜間に航空機を収容するの、それこそ完全無理ゲーだ。しかも、十分な成果を期待し得る攻撃を行うためには、大攻撃隊を使用しなければならない。しかし、荒れた海面で、大攻撃隊の夜間収容を行ったとすれば、その混乱は想像に余るものがあり、相当の損失を覚悟しなければならなかった。でも、空母はせめて空母を探して攻撃した方が良かったのでは？確かに敵の航空母艦が少なくとも2隻、ハワイ近海にいることは分かっていた。だが、その所在はつかめないままに二次攻撃を行い、夜間収容のために飛行甲板に点灯している時、敵母艦機の攻撃でも受けたら、それこそ最悪だ。リスクありまくりだな。二次攻撃をしなかったことで、南雲は批判されることもあるが、もし、それをして、大失敗していたらもっと非難されていたことだろう。とはいえ空母は攻撃したかったんだろ？南雲は、一旦、ハワイから撤退し北上。敵の基地飛行機の威力圏外から敵空母を捜索。もし発見したならば、これを攻撃しようと考えた。実際、翌日には広範囲の索敵を行ったが、敵空母を発見することはできなかった。空母、見つけることできなかったんだな。もし第二撃を行うとなれば、翌日の早朝だったが、これも敵空母の所在を確認しないままに行うことは無理だ。軍令部も、連合艦隊への命令は、在ハワイ敵艦隊を奇襲撃破す、であり、再度の攻撃や石油タンク等を攻撃しなかったのは命令通りと、南雲の決断を指示している。そもそも海戦と同日に行われるフィリピン、マレー半島、香港などへの上陸作戦を成功裏に終えるための米艦隊主力減災を本作戦の主目的としていた。軍令部は南雲を一撃のみで損害を避けた見事な作戦指導と評価した。俺も次、喧嘩することがあったら、一撃加えて撤退しよう。戦後、南雲の決断は間違いで、二次攻撃すべきだったのではと、批判もある。だが、航空参謀の源田実中佐は、南雲長官が真珠湾攻撃で最も多くの批判を受けていることについて、南雲中将の責任感の強さが誤解を生んでいるのではないか、と語っている。南雲長官は持ち前の責任感で命令通り、しっかりと結果出したってことだな。とはいえ、山本大将は、アメリカの国力差から、日本軍は短期決戦を想定していたが、攻撃目標に含まれていた主力空母2隻を撃沈できなかったことは初戦でアメリカ軍が持ちこたえる原動力となり、日本軍の短期決戦戦略が頓挫する一因となった。山本は空母の喪失を引き換えにしても戦争を終わらせるダメージを与えたかったが、南雲にはその真意が知らされていなかったという。んなこと言われてもな、自分の空母損失したら批判されるだろうし。空母を取り逃がしたことで、その後、同リットル空襲など一撃離脱を行うアメリカ海軍機動部隊は日本軍にとって悩ましい存在となった。これを一挙に撃滅すべく山本大将と連合艦隊司令部が発動することとなるミッドウェー作戦で、日本は大敗を発揮することとなる。しかも、この真珠湾攻撃でフランクリン・ルーズベルト大統領は、翌日、議会と国民に向け、アメリカ合衆国にとって恥辱の日、と国民に語りかけた。アメリカ国民の愛国心は高まり、リメンバーパールハーバー、真珠湾を忘れるなというフレーズはたちまちアメリカ全土を席巻する国民的スローガンとなる。このスローガンにより、アメリカの青年は次々と軍に入隊し、国民は国債を買い求めた。真珠湾攻撃をして戦意をくじくつもりが逆効果だったわけか。アメリカ軍の受けた被害は戦艦などの艦船と飛行場などに集中し、その被害の大きさに比べて、艦船乗組員の多くは上陸していたため人的被害は大きくなかった。上艦を失った乗組員の多くは、新たに建造された空母へと配置転換された。二次攻撃もなされなかったため、艦ドックなど港湾施設の損害も少なかった。これは沈んだ戦艦の再生など被害からの復旧の助けとなった。無理ゲークリアしたのに。大本営海軍報道部は、アメリカ戦艦5隻撃沈3隻大破修理不能と大本営発表を行った。だが沈んだ戦艦8隻のうち6隻は後に引き上げられ修理され復帰した。最終的にアメリカ軍が失った戦艦は、アリゾナとオクラホマの2隻のみだったんだ。そもそも真珠湾奇襲しなかった方が良かったのでは？もし真珠湾の奇襲をしなかったら、南方資源地帯の攻略作戦が順当に運んだかは非常に疑問だと言われている。アメリカ機動部隊は、真珠湾攻撃で大打撃を受けながらも、反撃するほどだから、もし奇襲攻撃に成功しなければ、
開戦後、早ければ12月中、遅くとも1月中旬までには、強力な戦艦が、南洋群島、さらには本土に対する空襲を行った可能性がある。そのため、連合艦隊の大部分は、南方作戦の支援を打ち切り、アメリカ艦隊の迎撃配備につかなければならず、南方資源地帯を占領することすらできなかったとも言われている。でも、リメンバーパールハーバーの合言葉は生まれなかっただろ？たとえハワイ攻撃はやらなくても、フィリピンやグアム島の攻略作戦をやらないわけにはいかなかっただろうから、アメリカの世論が一つになるのは時間の問題だったはずだ。リメンバーフィリピンになってたってことか。事実として言えるのは、この真珠湾攻撃が行われた1937年12月20日から太平洋戦争が始まり、最終的に日本はおよそ310万人亡くなり国土が海人に帰し1945年に終戦を迎えたということだ。戦争は悲劇しか生まないな。今もハワイの青い海に似つかわしくない場所があるのを知っているか？なぬ？フォード島の東側。上空から見ると、水面の下に黒い船影がはっきりと見える。日本の真珠湾攻撃で真っ二つに折れて沈んだ戦艦アリゾナだ。まだ沈んでいるのか？日本軍の水兵爆撃隊の攻撃でアリゾナは被弾。巨大な爆炎を吹き上げ、アリゾナは1000人を超すアメリカ兵を閉じ込めたまま、沈没した。海面には、アリゾナの砲塔の一部が錆びついた状態で顔を出しており、そこには小さな黒いシミのようなものが浮かび上がり、それが海面で傘を広げたように広がっていくという、黒いシミ？今もアリゾナの燃料庫から少しずつ漏れ出ている油だ。今も油が漏れ出ているのか？管理する国立公園局によれば、燃料庫には今なお50万ガロンが残っているとみられ、毎日10リットル弱が漏れ出ているという。しかも、これからまだ500年、出続ける、と言われている。500年もか？環境への配慮から缶を撤去する話もあったが、中には未だ2000近くの遺体があるとみられ、遺体の原型を保ったままの回収がほぼ不可能なので、アリゾナは80年以上沈没したままの状態で保管されてきた。アメリカ兵の方たちもたくさん、亡くなったんだもんな。アメリカでは、この油を黒い涙、アリゾナの涙などと呼んでいる。黒い涙もそんな涙、流してはダメだ。決断をした南雲は真珠湾攻撃後、ミッドウェーでの敗北を経て、その後、転戦。サイパンの戦いで自ら命を絶った。亡き後、1階級特進により、最終階級は海軍大将。南雲は遺書を残している。すべからくその時を得て、帝国男児の真骨頂を発揮するを要す、世は残留諸子と共に、断固進んで米機に一撃を変え、太平洋の防波堤となりてサイパン島に骨を埋めんとす。南雲は日本の方角を向き自ら命を絶ち、専属副官が解釈した。南雲の最後の言葉は副官の、よろしゅうございますか？という問いに、どうぞ、だったという。アップ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところもあるからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟だけど、最新情報を届けたいのでチャンネル登録、よろしくお願いします。